あなたは誰かに相談できず一人で苦しみを抱え込んではいませんか。2024年1月、中国陝西省西安市市内のマンションで年下の彼氏と同棲しているドン・ウェンフェイはその日々の思いを日記に綴っていました。1月1日、2024年はもっと写真を撮ろう。毎日が特別な日になるように自分に美しい思い出を残そう。今日は人生で一番若い日なんだから。恋人との生活に希望を抱いているかのようなその日記の内容。しかし2日後の日記で彼女の様子は一変します。1月3日、体と心に大きなトラウマを負った。何度も死ぬような思いをした。刃物を首に突きつけられ、家があるのに帰ることもできない。そして途切れず書かれていたその日記は半年後の2024年6月のページから空白に。なぜならその頃ウェンフェイは恋人との苦痛に満ちた5年間を生前の日記に記した女性。誰にも言えずにいたその5年間に一体何があったのか。男は最初から全てを奪うつもりだったんです。おそすけちゃんです。やみやみこです。私たちこの間大阪でオフ会したじゃない。そうですね。ね、後日私ね、はいちょっとお昼ご飯をね、食べに行ったの。秘伝のタレでニンニクが効いた、ああ、いいね。気になるね。ミックスホルモンって書いてあって、うんうわーもう大阪っぽいと思って入ったのね。うんそしたら、60、70ぐらいのおじいちゃんが一人で切り盛りしてて、うんミックスホルモンとあとカツオのたたきとか、あと餃子を頼んでたのよ。うんそしたら、なんか奥で別になんか調理してる音も聞こえない。さっきからやったらおじいちゃん以外の人が出て入ったりしてるなって思ったら、ん次入ってきたおじさんが、うんどうやらなんかミックスホルモン的なのを持ってて、そして次入ってきた人がさ、うんカツオのたたきみたいなの持ってて、うんどういうことみたいな。ウーバーかなんかでやってるお店なのかなみたいな。地域によっては近所同士で連携してるところ。そういうことかなってそういう感じか思う。もしれないすごい美味しかったからね。なるほどね。ただ、悪いレビューには、料理が来るのが遅えって書いてあったから、だってウーバーイーツみたいなもん。ウーバーイーツみたいなもんだから我慢しなさいあんたたち。今回は中国で起きた非常に恐ろしい事件をご紹介します。女性が5年もの間恋人から暴力を受け続け、そして生活の全ても支配され、その後亡くなってしまうという非常に恐ろしい事件なんです。5年っていう時はもうすごい長いわよね。うんしかもね、閉じ込められてってことだよね。その間にちょっとでも誰かに助けを求めるってことはできなかったのかしらね。まあ、絶対に助けを求められないようにコントロールされてたんです。女性がその男と過ごした5年間に何があったのか、彼女が亡くなった後となっては知る術はないはずでした。しかし女性はその男と暮らした部屋にその日々をつぶさに綴った証拠を残していたんです。出会ってはいけなかった。2024年6月下旬、中国陝西省西安市市内のマンションの一室には部屋の荷物をまとめようとする初老の男性の姿がありました。彼の名はドン・ベイハイ。彼はつい先日亡くなったばかりの娘ウェンフェイが恋人と2人で暮らしていた部屋へ遺品整理をしに来ていたのです。そしてこれはウェンフェイの日記か。父親のベイハイは本棚の奥に隠されていた一冊のノートを見つけます。そのノートを開くと、そこには娘ウェンフェイの字でこの部屋で恋人と暮らしていた日々の記録が綴られていたのです。信じられない。ここに書かれていることは全部本当なのか。その内容に目を疑うベイヘイ。彼の顔は娘ウェンフェイと暮らしていたその男への憎しみに歪んでいきました。時は5年前まで遡り2019年、当時26歳の女性ドン・ウェンフェイは一人の男性を前に戸惑いを隠しきれずに言いました。本当に大事にするんで俺と付き合ってください。男性の名はシー・ジアハオ。ウェンフェイとは数日前に知り合ったばかりでした。ウェンフェイは数日前、いとこから別の男性を紹介されたのですが、仲介役としてその場に居合わせたのがその男ジアハオ。彼は仲介役にもかかわらずウェンフェイを気に入り、本来紹介されるはずだった男性を差し置いて猛アプローチしてきたのです。ウェンフェイは西安で最も著名な病院に勤務する看護師、それも最優秀看護師として表彰されるほど優秀でかなりの高級取りでした。家族で唯一の大卒だった彼女は両親への仕送りやプレゼントを惜しまない高校娘。ジアハオはそんなウェンフェイの魅力を一目で見抜いたのです。またウェンフェイは美人で優秀な女性でしたが、その実男性との交際経験はありませんでした。俺はお金や能力はないかもしれない。でもその分君一人を大事にできるよう精一杯頑張ります。だからお願いします。付き合ってください。純粋なウェンフェイはジアハオのその熱意に押され、彼との交際をスタートさせるのです。紹介されるはずだった男性を差し置いてさ、仲人自身が交際を求めるって聞いたことないわよ、こんなの。しかも親戚の紹介の縁談になったわけですから、はいはいかなり常識外れですよね。うんそしてこの男交際し始めて数ヶ月でついに化けの皮が剥がれていくんです。
二人が交際し始めてから数ヶ月後、ウェンフェイは困惑した様子で彼氏のジアハオを問い詰めていました。私のことを騙したの？ウェンフェイは彼氏のジアハオと過ごすうち、些細な違和感の積み重ねからある事実に気づいたのです。その事実とは、彼氏のジアハオに妻と2人の子供がいること。数ヶ月前、確かに君一人を大事にすると言ってウェンフェイに交際を申し込んだジアハオ。その言葉は最初から真っ赤な嘘だったのです。当然のごとくウェンフェイはジアハオに別れを告げました。するとその日からほどなくして離婚してきた。君のために全て捨てたんだ。頼むから別れるなんて言わないでくれ。結婚の際に交付される結婚証という書類と戸籍謄本を自宅から持ち出したジアハオは、妻や子供のことも顧みずに離婚を強行。そこまでされてはウェンフェイも断りきれず、その日からジアハオとの同棲生活が始まったのです。妻子持ちだってこと隠して付き合ったりとか、バレたら速攻独断で離婚したりとかさ、とにかくヤバすぎる男じゃない、こいつ。この時点でね、やばいって気づけてたらね、よかったんですけどね。勢いで同棲に持ち込まれてしまったウェンフェイは、そこから最悪の生活を強いられるんです。全てを奪う男。ウェンフェイと彼氏のジアハオが同棲していた期間は約5年。そしてちょうど5年目を迎えた2024年1月1日、ウェンフェイは彼との日々を日記に残し始めました。1月1日、2024年はもっと写真を撮ろう。毎日が特別な日になるように自分に美しい思い出を残そう。今日は人生で一番若い日なんだから。一見して未来への希望に満ちているようにも思えるその日記。しかし実はその文章は、折れそうになる心を必死に奮い立たせようとしてのものでした。その証拠に、この2日後のウェンフェイの日記の内容は様子が一変するのです。1月3日、体と心に大きなトラウマを負った。何度も死ぬような思いをした。刃物を首に突きつけられ、家があるのに帰ることもできない。そう、彼氏のジアハオとの生活にウェンフェイが幸せを感じることなど一度としてありませんでした。彼は同棲し始めた当初からウェンフェイのスマホや SNS を常にチェックしており、男性の投稿にいいねをしていたり、男性の同僚と連絡を取っているのを見ると激高。この浮気女が！そう言って断るごとにウェンフェイを殴りつけたのです。その暴力は平手打ちから始まり、首を絞める、パイプ椅子で殴りつける、胸にタバコの火を押し付けるなどの行為にエスカレートしていきました。またある時、ウェンフェイは彼氏のジアハオとの子供を妊娠しますが、彼女は黙って病院へ行き、その子供を中絶。それはジアハオが結婚の口実を作るために彼女を妊娠させたと分かっていたためでした。なぜならジアハオは以前の妻とも無理やり子供を作って結婚していたから。実のところジアハオは中学卒業以来、ろくに定職にも就かずにバイト生活をしていた男。彼との結婚を認める親はそうそうおらず、妊娠させて無理やり結婚してしまうのはこの男の常套手段だったのです。そしてジアハオが無理にでも結婚しようとするのは何より自分に稼ぎがないため。ウェンフェイは高級取りでしたが、ジアハオと暮らし始めて以来、給料の7割は彼に浪費されてしまっていました。搾取された総額は日本円換算で1200万円以上。君のために全て捨てたといい、以前の妻と離婚してきたはずのその男は、その妻に支払う子供の養育費までウェンフェイの給料から絞り取っていたのです。ウェンフェイの中絶を知ったジアハオはまた彼女を何度も殴りつけました。てめえ、何勝手に子供を下ろしてやがんだ！ウェンフェイの日記に書かれた自分に美しい思い出を残そうという言葉は、その地獄の日々に耐えるための必死の抵抗だったのです。1月24日、この1ヶ月は何度首を絞められたか、何度罵声を浴びせられたか、もう覚えてない。ネックレスも引きちぎられた。寄生虫のような人間。人間性が恐ろしいほど腐ってる。よく DV 被害者はさ、飴とムチじゃないけど、たまに優しくされるから逃げれなくなるみたいなこと聞くんだけどさ、この男はもうみじんも優しくないじゃない。それでもウェンフェイは逃げようとは思わなかったってこと？いや、そうなんですよ。ジアハオは暴力以外の面でも逃げられなくなる罠を仕掛けていたんです。またこれ逃げられなかったのは被害者ウェンフェイの性格もあってのことだったんです。脅迫と押し殺された本音。ウェンフェイはジアハオと交際していた5年間、彼からの扱いについてほとんど誰にも相談していません。同僚に首の傷を見られたこともありましたが、その際も笑ってごまかしていたというウェンフェイ。首に傷があっても、目が内出血してても仕事に行かなきゃいけない。反論しても意味がない。ゴミ男なんだもの。彼女は目の毛細血管が破裂してしまうほどの首絞めをされても家族にさえ何も話さず、これまで同様に完璧な娘を演じ続けました。泣くな。泣いても何も解決しない。立ち向かって打ち勝て。
なぜウェンフェイはそこまで頑なに他人を頼ろうとせず自分一人で抱え込んでしまっていたのか。実は彼女には外には助けを求められない理由がありました。それはジアハオにこう脅されていたから。逃げたらお前の裸の動画を職場にさらす。彼氏のジアハオはウェンフェイを泥酔させ、彼女の卑猥な動画や写真を撮影していました。また念には念を入れ、ウェンフェイの弟やその妻の職場まで調べ上げた彼はこう言うのです。逃げたら家族がどうなっても知らねえからな。被害者のウェンフェイは幼少期から反抗期がなく、親を困らせたことがほとんどなかったといいます。大人になってからも自分はネットで半額の服を買って節約しながら実家への仕送りを惜しまなかった彼女は、家族を守りたい気持ちが人一倍強い女性。家族を巻き込むわけにはいかない。彼女はそうやって悩みを一人で飲み込んでしまう癖があり、余計に誰にも相談できなくなってしまっていたのです。つまりウェンフェイは周りに迷惑かけたくなくて相談だったりとかさ、逃げようともしなかったってことよね。いや、そうなんですよ。彼女のような心理状態はセルフサイレンシングとも呼ばれ、その傾向がある人は危険な状態になるまで我慢し続けるともされているんです。というわけで本日のメトラキーワード、セルフサイレンシングについて。セルフサイレンシングとは、相手を困らせないために自分の苦しみや本音、怒りを押し殺してしまう傾向のこと。これは単に我慢強い性格ということではありません。人は反抗しないといいこと言われる、迷惑をかけない方が愛されるという経験を重ねることで、本音を出すより飲み込む方が安全と学習してしまうのです。セルフサイレンシングは、もともとは抑うつを抱える女性たちの語りから組み立てられた概念。うつや摂食障害とも深く関連づいており、その傾向が強い人は危険な状態になるまで助けを求められなくなることを示唆しています。ウェンフェイはまさにこのセルフサイレンシングの状態にあったと考えられ、限界を迎えるまで誰にも相談できずにいました。いつからか体も心も麻痺してしまった。心が何度も砕け、つなぎ合わせることもできない。彼女の日記にはそうやって心が壊れていく様子が生々しく綴られていたのです。そしてウェンフェイはこの後5年の沈黙を破り、家族に全てを打ち明けるんですが、実はこれがきっかけで事態は最悪の結末へ向かってしまうんです。逃げ場のない地獄。2024年3月26日の早朝6時、ウェンフェイの父ドン・ベイハイはスマホの着信音で目を覚ましました。画面に表示されているのはウェンフェイからの不在着信。こんな時間に一体どうしたんだ。そして玄関ドアが勢いよく開く音がしたのです。助けて、もう限界。玄関へ駆け込むと同時にマスクを外し、その場で泣き崩れたウェンフェイ。彼女は隠していた首や腕のあざなどをこの時初めて家族に見せました。家族は急いでウェンフェイと彼氏のジアハオが暮らしているマンションへ。するとジアハオはウェンフェイの家族を前にこう叫んだのです。ウェンフェイと結婚させろ。でないとお前らを殺す。それか俺が死ぬか、どっちかだ。家族はすかさず警察へ通報。しかし警察はこの一件を家庭内の問題と片付け、ジアハオを厳重注意の後に解放しました。そこからジアハオは被害届を取り下げなければ家族を殺すとメッセージを送り、ウェンフェイはその要求に応じてしまうのです。その後家族はマンションの鍵を交換。しばらくは父親と弟が交代でウェンフェイの部屋に同居し、彼女を守っていたのですが、2024年6月20日、彼氏のジアハオがマンションを出て行って3ヶ月が過ぎたその日、ウェンフェイはベランダで靴を洗いながら穏やかな休日を過ごしていた。ジアハオとの日々の傷も少しは薄れ始めたと感じていたその時、送られてきていたのはジアハオからのメッセージだった。今すぐ出てこい。でないと家の中まで行って殺す。ウェンフェイはその場で震え上がるが、しばらくスマホを見つめた後、意を決した様子で玄関へ向かった。これ以上家族に迷惑をかけてはいけない。自分でケリをつける。責任感の強い彼女の中にはそんな思いがあったのだろう。ウェンフェイは地下の駐車場へ向かうと、そこで待っていたジアハオの車へ乗り込んだ。車内は沈黙に包まれていたが、車が人気のない交差点に止まったタイミングでウェンフェイはこう切り出した。私と別れてください。その言葉を聞くと同時にジアハオの顔はみるみる怒りに染まっていった。ジアハオは隠し持っていたナイフを取り出すと、助手席に座っていたウェンフェイの首めがけ思い切り突き立てた。鮮血に染まる車内。ジアハオは激痛にもがく彼女が見えないように毛布をかぶせると再度車を走らせた。
ジアハオはその日友人から車を借り、運転席の下に全長40センチのナイフを忍ばせていました。その上で彼はウェンフェイのマンションの地下駐車場で8時間も待ち伏せ、最終的に出てこなければ家の中で殺すと脅されたウェンフェイは彼の車に無理やり乗せられ、そこで首を刺されてしまいます。ジアハオのナイフはウェンフェイの首の動脈を切り裂き、大量出血を引き起こしていました。この時点で彼女はまだ生きていましたが、ジアハオは通報することなくその体に毛布をかぶせて市内を約1時間走行。その間に家族や友人に電話をかけて犯行の言い訳を考えた上で、ようやく近隣の派出所へ自首したのです。ジアハオはなんでウェンフェイ殺しちゃうわけ？そんな振られたことで腹が立ったってことなの？これ推測にはなるんですけど、ジアハオはウェンフェイからの搾取で生活を成り立たせていたんで、寄生する相手を失った怒りから犯行に及んだとされているんです。裁判においてジアハオは次のように主張。車内に持ち込んだナイフは手のタコを削るためのもの。遺体を隠した毛布は車の中で寝るために乗せていた。そう言い訳を並べ、犯行に計画性はなかったと言い張ったのです。別れを切り出されて突発的にやってしまいました。彼女と一緒に俺も死ぬつもりだったんです。ジアハオは法廷でひざまずき頭を下げましたが、遺族はその謝罪を一蹴。とにかく死刑にしてくれ。父親のベイハイは涙を流しながらそう訴えたのです。またこの裁判ではウェンフェイが残していた日記が長期的な虐待と支配を証明する血の証拠として採用されました。さらに遺族はウェンフェイのスマホから見つかった暴行の証拠写真を25枚検察に提出。ジアハオが明確な悪意を持って彼女を縛り付けていたことを示したのです。結局ジアハオが凶器や遺体を隠すための毛布を事前に準備し、長時間の待ち伏せをしていたことから裁判所は彼の犯行を計画的殺人と認定。2026年2月2日、ジアハオに死刑判決を下したのです。被害者ウェンフェイの日記の最後のページには次のような言葉が記されていました。何度でも言う。どうかためらわず自分自身をこの地獄から救い出しなさい。あなたはあなた自身、誰のものでもないの。その言葉は誰かに助けを求めるのではなく、自分で自分を守ろうとしていたことを示しているように思えます。だからこそ最後の日も彼女は自分の力でこの状況を終わらせるためジアハオの車に乗ったのかもしれません。セルフサイレンシングの怖さは、本当は逃げた方がいいと分かっていてももう少しだけ耐えようと自分を説得し続けてしまうこと。あなたは彼女と同じように苦しい時でもまだ耐えられると自分を後回しにしてしまうことはありませんか？